足パカな状態で膝を曲げ伸ばししていきます。限界まで足パカを広げた状態で膝を曲げ伸ばしすることが大切です。膝を伸ばしきることで前ももや膝上の肉を撃退できます。これが辛い方はこんな風にやりましょう。両足を手で持った状態で膝の曲げ伸ばし行いましょう。ゆっくりで良いので膝しっかり伸ばしきりましょう。きつい種目ばかり集めた動画なので各種目の最後の10秒サボって休憩していても OK です。次は片足ずつ裏ももを抱えましょう。まずは右からいきます。右足を上げたら両手で右の裏ももをぐっと引きましょう。左もぐっと引きましょう。膝を伸ばしたまま行うのが理想ですが、裏ももを伸ばすことが目的なので多少膝が曲がっても裏ももが伸びている感覚があれば OK です。硬くて全然足が上がらないという方はこんな感じでもっと膝曲げても大丈夫です。裏ももが伸びる感覚があると思います。もしもまだ余裕があるという人はこんな感じで上げてない方の足床につけないようにしましょう。腹筋にも効きます。次は両足を高く上げて同時に膝の曲げ伸ばし行っていきます。しっかり膝を伸ばしきりましょう。足が高く上がらなかったり腰が痛くなってしまう人は両手で裏ももを抱えても OK です。こんな感じです。この状態でしっかり膝の曲げ伸ばし行いましょう。前ももの脂肪と膝上の肉を撃退できます。逆に余裕がある人は手を使わずにお尻を少し浮かせた状態で膝の曲げ伸ばし行ってみましょう。下っ腹にも効いてきます。かなりきついと思います。頑張りましょう。次は休憩も兼ねたストレッチです。両膝を曲げた状態で左右に倒していきましょう。倒す時にそんなに力を入れなくて大丈夫です。外ももが床につくぐらいまで倒しましょう。骨盤が浮いても OK です。そんなにきつく感じないかもしれませんが休憩も兼ねたストレッチですので大丈夫です。太もも、お尻、背中に効いてきます。ズボラストレッチは痩せたいけど食事制限もできないし運動しても続かない、そんな方向けのメニューです。寝たままスマホ見ながら簡単にできるストレッチなのでぜひ習慣化していただければと思います。疑問点はコメントいただければ必ずお返しいたします。次のストレッチはちょっときつめです。膝曲げた状態でお尻を持ち上げます。右足から片足ずつゆっくり上げていきましょう。お尻を下げないように意識しましょう。左足もゆっくり上げていきましょう。お尻が下がりそうになったら手を使ってもいいのでぐっと持ち上げましょう。お尻と裏ももの筋肉を使う感覚があると思います。お尻の高さは下げずにできる限り足を高く上げましょう。余裕がある人はこれよりもさらにゆっくりのペースでやってみるとさらにきつくなります。もしきつい人は足上げなくても大丈夫です。膝を曲げてお尻を持ち上げた状態でずっとキープでも十分裏ももとお尻に効いてきます。なぜこのきついバージョンを作ろうと思ったかというと、僕が思ったよりも皆さんが早く習慣化してくれて成果が出てきたからです。今回の動画もきつめとは言ってますが本当はもっときつくしたいです。もしご要望があれば超きついバージョンもお作りしますのでコメントにリクエストいただければと思います。次は休憩も兼ねた右のお尻ストレッチやっていきます。右足を左足に乗せましょう。お尻が硬い人はこの時点で右のお尻が伸びると思います。まだ余裕があると思うので左の裏ももを両手で抱えてぐーっと手前に引きましょう。右のお尻がさらに伸びると思います。この時に肩に力が入りすぎてしまうと肩こりや頭痛の原因になるので意識して肩から力を抜きましょう。もし余裕がある人は左足をもう少し手前にぐーっと引いてみましょう。より伸びてくると思います。次は左足を右足に乗せましょう。余裕がある人は右の裏ももを両手で抱えましょう。
右足をお腹にぐーっと引きつけると左のお尻が伸びてくると思います。お尻の筋肉は使わなすぎで硬くなっている人がほとんどです。お尻が硬くなると下半身の血流が悪くなってむくんだり冷えたりするのはもちろん、横脚や反り腰の原因になったりもします。しっかり伸ばしていきましょう。ズボラストレッチを実践する際のおすすめは、動画を複数組み合わせて30分以上にすることです。本当は1時間ぐらいやりたいんですが、さすがに長すぎると思うので30分ぐらいは頑張ってやりましょう。次はゆっくり足パカをしていきます。両足を上げて限界まで足パカ開きましょう。きつめの動画なので超ゆっくり行いましょう。限界までしっかり広げて、内ももを使ってゆっくり閉じていきます。膝が多少曲がっても良いので内ももを使って足を閉じていきましょう。それでもまだ余裕があるという人はもっとゆっくりやってみましょう。10秒かけてゆっくり開いて、10秒かけてゆっくり閉じてみましょう。皆さんお気づきかもしれませんが、この足パカしれっと60秒にしてあります。正直もう限界だという方は最後30秒ちょっと休憩しても大丈夫です。もしくは足パカ開いた状態でキープして内もものストレッチをやってても大丈夫です。まだ残り半分あるので無理せず一緒に頑張っていきましょう。ここまで頑張った人も残り10秒遠慮なく休憩してください。今日だけ頑張るよりも毎日ゆるーく習慣にした方が痩せるには効果的です。次は骨盤周りを動かします。左足を右にねじった状態で左の股関節を大きく回しましょう。この時にゴリゴリ股関節が鳴る人は痛みがなければ特に問題ありません。もしも痛みがある場合はゆっくり回してみるか小さく回してみるか試してみてください。それでも痛みがあるようでしたらコメントでご相談ください。左足の大天使、お尻の横あたりを動かしているイメージです。この時に上半身が動いてしまっても特に問題ありません。左股関節を動かすことが目的です。大きく回していきましょう。ゆっくりで良いので右足を左にぐーっとねじっていきましょう。右の股関節を大きく回していきましょう。痛みがない範囲でゆっくりで大丈夫です。この時に右肩が浮いてしまっても特に問題ありません。右股関節を動かすことが目的です。股関節だけではなくて腰から背中にかけても伸びてくると思います。股関節動かしている感覚がない人は右手で右のお尻のあたり、僕みたいに触ってみましょう。股関節が動く感覚が右手でわかると思います。最後の10秒間無理せず休憩しても OK です。どんどんサボりましょう。次は両膝を曲げて股関節を外に開いた状態でお尻を上にぐーっと持ち上げましょう。内ももとお尻の筋肉を使ってお尻を上げるイメージです。もしきつくて上がらないという人は手を使ってズルしても OK です。余裕がある人は足を少し手前に引いてより股関節を外にぐっと開いた状態で行いましょう。お尻にかなり効きます。先ほどもお伝えしましたが、今日無理して頑張るよりもどんどんサボっていいので毎日の習慣にしていきましょう。ゆるーく長く頑張りましょう。次は上半身の動きも入ってきます。右肘で右膝をタッチしましょう。こんな感じです。これを交互に行っていきましょう。頭が浮いちゃって大丈夫です。脇腹の筋肉も使います。全身使うと思うのでかなりきついと思います。もしもきつくてできないよという人は上半身動かさずに足だけでも十分です。頑張れる人だけ少しずつペースを上げていきましょう。また最後の10秒遠慮なくサボって大丈夫です。僕も本当はサボりたかったです。
ちょっと休憩したら、両膝を曲げたままお尻をぐっと持ち上げましょう。その状態でかかとを上げましょう。ふくらはぎ、お尻、裏ももに効きます。かなりきついです。お尻をもう少し高くぐっと上げると良いと思います。きつすぎるという人はかかと上げ下げしましょう。お尻はなるべく下げないようにかかとだけ上げ下げしていきましょう。これでもかなりきついと思います。もし裏ももがつりそうという方は一回止めて裏ももストレッチしてみましょう。少しだけ頑張れるという人はかかと上げてつま先上げてかかと上げてつま先上げて、これやると結構きついです。お待たせしました。休憩のストレッチです。足を肩幅よりも広く開いた状態で股関節付け根から内外にねじっていきましょう。つま先だけを動かすのではなくて股関節の付け根から意識して動かしましょう。休憩込みのストレッチなのでそんなにきつくないと思います。上半身も僕みたいに手を広げて楽な状態で OK です。この種目が今までで一番楽だと思うのですが、次の種目から一気にきつくなります。